で目が気になってるから、もうとにかく原因はここにあるんじゃないかなと思って、もう意識がそこばっかりにいくわけね。もうそこしか見ないんだよ。これがねやっぱ作家が陥る罠であって気をつけなきゃいけないところで、例えばこれだったらなんか顔が大きいような気がするんだけど、どうだろう、実はそんなに顔でかく感じないんだよね。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もねフェット教室始めていきたいと思います。今回はねちょっと技術的な話っていうかな、そこのね話をしたいと思います。で今日はね猫でも犬でもね作品自分で作ってるじゃない。でなんかねこう作ってていまいち自分でこう納得できない時あるでしょ。なんか目がおかしいんじゃないかなとかね、なんか顔大きく作ってるんじゃないかなとか、何か違和感があるんだけど結局どこかよく分からなくなってる時で、その時ってもうどうしていいか分からないじゃない。それこそ誰か先生に習ってるんだったらもう先生に答えを求めたくなるし、でもね習いに行ってなくても一人でさ一生懸命我流でやってるんだったら、ね、動画とか見て言ってることは分かるんだけど、でも今自分のやってることが合ってるのかどうか分からない。だからその時にちょっとセルフチェックできるようなちょっとね話をねしておきたいと思います。はい。でねちょうどね今虹玉塾もねプライベートレッスンとかもやってるんだけど、その生徒さんたちがねなんか似たような感じでね続けざまにあったから、ちょっとねこれみんなにシェアしておこうかなと思ってねちょっと話をします。例えば猫の作品を作りましたと。でこうやってね作品作ったんだけど、今回本当にあったのはちょっと目がちっちゃくなってるような気がしますっていうような感じで、ちょっと添削お願いしますってあったんだけど、すごい話が飛ぶけどね、これ結構大事で、みんなさこれからねいろんな先生に習ったりする機会あると思うんだけども、その添削を受けるときにやっぱり質問の仕方ってすごく大事で、それによって得られる答えっていうのがすごい変わっちゃうから、やっぱりその正しい質問の仕方をするようにした方がいい。もったいないからね。例えばさ、はいできましたチェックお願いしますっていう質問の仕方もったいないんだよね。もらえる答えがここはいいけどここはああだねとかっていうぼやっとしちゃうんだよね。もちろんこっちは的確に答えてあげるんだけども、それでもやっぱりぼやっとしちゃうんだよね。欲しい答えがもらえないっていうのかな。でそうならないためにはやっぱりその質問するときに、はいできました、こんな感じでできました、でここを作るときに自分はこうやって気をつけてるけど結果こうなっちゃって、でそれが正しいのかどうか分かりませんって、これで合ってますかとか、例えばそういうような質問だと、そこに関してはねその考え方で合ってるよとか、それはねその考え方が間違ってるから結果こうなってるんだよっていう、すごい明確でピンポイントな答えがもらえるわけじゃない、自分の欲しい答えが。だから必ずこれ僕に対してじゃなくてだよ、みんながどの先生に習おうがやっぱりねそういうふうに自分は今教われたことをこういうふうにやってみました、でその中でこんなふうに感じたからこういうふうにやってみたけど出ますかとか、そういう自分の意見をやっぱりしっかり入れてあげることと、自分の聞きたいことをしっかりと明確に聞いてあげるっていうことをしないとすごくもったいない。すっごいもったいない。結構ね多いのやっぱりねできましたチェックお願いしますっていう人多いんだけど、すごくもったいないなと思ってねいつもね、時々ね注意喚起はしてるんだけども、はい、ちょっとね話がそれたけど、そういう風にね聞くといいですよっていう話で、ちょっと今回もねあったのが、添削お願いしますと。で、こういう風にやってみたんだけど、ちょっと、ね、どうも目がちっちゃいような気がしますっていうところだったのね。でどうでしょうチェックお願いしますっていう感じで、本人はね目がちっちゃいと思ってたのね。でこれねみんな怒ることで僕も怒るんだけども、例えばさ作品作ってて、今回のようになんか作品の顔の大きさに対して目がちっちゃいような気がするけど、もうでも大丈夫なような気もするし何とも言えないなと、とにかく違和感を持ってる。で目が気になってるから、もうとにかく原因はここにあるんじゃないかなと思って、もう意識がそこばっかりに行くわけね。ですると何が起こるかっていうと、もう目に問題があると思い込んじゃってるから、もうそこしか見ないんだよね。でこれがねやっぱり作り手がね作家が陥る罠であって気をつけなきゃいけないところで、まずね目に問題があると思ってここをねよく探したら、本当にここに問題がある時は大概見つかる。もちろんね自分じゃね限界があるから分からないこともあるけれども、で
それでもなんとなく違和感が続いてさ、こうやっていじってみたけどなんかうまくいかないなと、そうやってねちょっとね沼にはまったような感じになったら、大体ね目じゃなくて周りのパーツ、そこに問題があります。例えばね、今クイズだよ、みんなね、この絵を見てさ、これが作品だとして、なんとなく目がちっちゃいような気がする。でもそこまでちっちゃいような気がしないでもないけど、じゃあ原因はどこなんだろう。目が大きくしたら解消されるのかどうか。どう？これちょっと分かりやすく書きすぎてるから分かると思うけど、鼻がでけえんだよね。鼻がでかすぎることによって近くにあるこの目がすごくちっちゃく見える。だって目の幅より鼻の方が広いんだもん、大きいんだもん。そうなると目がなんかちっちゃく見えちゃう。だからこの場合は目を大きくしたりすることよりもサイズ変更したりねしたくなるけど、そうではなくて鼻をちっちゃくしてみるよ。どう？鼻をちっちゃくしたらさ、なんか普通の顔になったと思わない？なんか目が特別ちっちゃいような気もしないよね、そんなに。ということでやっぱりね、どこかピンポイントで気になっちゃうとそこばっかりに意識が集中しちゃうから、そうなると本当にどこだろうっていう沼にはまっちゃうから、そういう風になった時は一旦ねまずお休みすること、ティータイムしてください。お茶を飲んでちょっとね一息ついて、なんか違うことやってリラックスして、そっからちょっと時間を空けてもう一回見てみる。その時に目を見たけどやっぱりなんかいまいち目に原因があるような目じゃないようなってわからないんだったら、周りを見てみること。きっとそういう時は大体ね、周りのパーツの大きさとか形とかに原因があるから。というわけでしっかりと周りの大きさを見てみましょうっていう話です。あとね、まだもう一つ、こうやって見てもさ、でもいまいちなんかさ顔が大きいような、これでいいのかなっていうような感じもするじゃない。この辺出っ張ってるような気がしないでもないしさ、っていう時、例えば僕の作り方なんだけど、大体僕は全身作る時も首の部分だけ作って体別に作って、で僕はねつなげてから植毛したりするんだけど、これ人それぞれじゃない。植毛してからつなげる人もいるしさ。でその時に多分こういうねつなぎ目があるじゃない。こういうこの首の部分とかね。でまさにこの首の部分がさ今細いよね。でどうせつなげる部分だからってあんまりここにちゃんと意識いってないわけ。こっちはさ今作り込んでるから一生懸命やってんだけど、でそういうのが原因だったりもするわけね。例えばこれだったらなんか顔が大きいような気がするんだけど、これを適切なね首の太さにしてみるとさ、どうだろう、実はそんなに顔でかく感じないんだよね。っていうようにやっぱりね、どこかのパーツの大きさが適正じゃないとなんか自分の修正する感覚もバグっちゃうから、だからなんかこう感覚狂うんだよね。だから一回適正な大きさにしてみて、それでバランスを見てみる。それでおかしいんだったら、今自分のねこういう見てるバランスは正常だから、ここがちょっと大きいんだなと思ったら少し削ってみればいいし、そういう風にね修正をしていくっていうかな、自分でセルフチェックする、そこの能力が上がってくるとね、結構自分で間違いっていうかな、間違い探しができるから、そんな風にね考えてみてください。まずピンポイントで探し続けて、見つからないんだったら周りに原因があるよっていう話、というところです。やっぱりねこの自分でセルフチェックできることって結構大事で、なんていうかな、この間違いに自分で気づける、その能力がね上がってくるとすごくねもう自分でなんとかできるんだけど、なかなかね難しいんだけどね、やっぱり自分はいいと思って作ってるから、その違いは特に最初の頃っていうかな、技術が上がってくるまで、経験がいっぱい積むまではねなかなか難しいと思うんだけども、で先生に習ってる人っていうのはやっぱり先生に答えを求めればね返ってくるからいいとは思うんだけれども、習ってる時でも作り方そのものとかマニュアルそのもの、それがテクニックが重要なんじゃなくて、むしろみんなにとって大事なのってこの自分が作ったのが本当にちゃんとできているかどうかじゃない、知りたいじゃない、先生のフィードバックを受けたいわけじゃない。そこに最も価値があるからさ。でちょっと話が飛んで申し訳ないんだけど、僕も今ねオンライン教室をやるときにもう多くの人に受けてほしいから、もう価格をがっつり下げて、僕のコース高いからね誰でも受けれるような価格設定にして、でね継続して受けれるようにしたいから、どうしてもねそうなると僕が
今ね個人レッスンでやってるような手厚いサポートはできないわけで、つまりもういつでもね添削してあげるっていうことはできないの。なぜかって言ったら僕の時間がもう圧倒的に足りなくなってしまうから。でそれをやっちゃうとたくさん受けてほしいのに人数制限しなきゃいけなくなっちゃうから価格も上がっちゃうしね。それはしたくないと。だけどその中で多くの人が安く受けれる状態で自分がね間違いに気づく、要は自分でチェックができる方法が何かないかなと思って今やってるんだけど、なるべくセルフチェックできるようなものをね作ろうかなと思っています。まずじゃあ授業の中でさ、じゃあレッスン1はここからここまで、今日はここまで作るのが目的だよ、じゃあここまで作ってみましょうって作ってみた後にセルフチェック動画みたいなのがあってさ、で見本と見比べてチェックしてみる。でここが大きい人はこんな風に直したらいいよみたいな感じの、とりあえずその僕が直接フィードバック出さなくてもその場である程度チェックできるようなものをね作っていこうかなと思っています。これ、ね、作るのかなり大変なんだけど、でもねそれ必要だなと思っていて作りたいなと思ってます。とあとやっぱりそれでもやっぱり直接の意見が欲しいじゃない。先生にこれどうですかって聞きたい気持ちもう絶対それは大事だから、それもねちょっとねなんとかしようかなと思ってます。ただ人数がねいっぱい来たら対応できないようじゃ話にならないから、何人来たとしても絶対にもし添削をねある程度やるとしたら回答できるような体制を作ろうかなと思ってるんだけどね。はい、まあちょっと最後で全然関係ない話になったけどね、とにかく今日言いたかったのは、自分で作品作りながら何か違和感を感じた時、絶対にその部分が気になってそこだけに集中しちゃうけど、そういう時に一回ね時間を置いて改めて作品を見たら実は周りに原因があったなんてことがねもう往々にしてあるから、だからね自分でセルフチェックできるようにちょっと冷静な目で見れるような、そういう視点も少しだけ持っておくと、ちょっとね今までと取り組み方っていうかな、作品の向き合い方がちょっとだけ変わると思うので、参考にしていただければいいかなと思います。今日は大きさの対比の話、ここが大きいとよそがちっちゃく見えたりするよって、そんな話をしたので、参考にしてもらえればいいかなと思います。はい、そのところでね今日の授業をね終わりたいと思います。はい、最後まで、ね、ご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。